私は46歳で3ヶ月前に突然会社からリストラを受けました。能力があるかないかで人を区別するなんて理不尽ですし、自分が不当解読されたと感じております。本人にもいろいろ要素はあったかなと気がしますけどね。なぜ下の子は残されるのか、なんで僕だけなの？下の子っていう言い方をしてる時点でめちゃくちゃ無能だなというふうに。会社は会社、俺は俺って言ってるやつから切るじゃん。こういう風になる人を減らしたいっていうので僕は言ってるんで。他がどうこうっていう前に宮沢さんが多分ちゃんとやった方がいいと思うんで、中高生向けにイベントを毎月やりたいんですね。でその集客とイベントを全部やってくれるんだったら全然月50万払いますよ。その代わり絶対失敗しないですか？失敗してもちゃんと保証してくれるっていう。ああ、なるほど。はい、採用でお願いします。僕たちの生活あるんですからね。僕の能力とかって見ないとわからないでしょ。誰にとっての能力なのか。能力がなくても生産性低くても守ってくれみたいな人が少なくなってから困るわけよ。断固としてね、あなた側に寄れない。皆さんこんにちは、山口です。定期者の方なんですけれども、手前に座っていらっしゃいます46歳の男性、宮沢春樹さんです。よろしくお願いいたします。宮沢春樹です。よろしくお願いいたします。そしてお隣に座っていらっしゃるのが今回反論者、43歳の男性でお仕事は人事担当されているということです。立花礼二さんです。よろしくお願いします。立花礼二です。よろしくお願いします。リストラは犯罪である。不当解雇でクビになった。会社は能力のある人ない人で区別をするべきではないという提起になります。詳細を教えていただけますか？私は46歳で3ヶ月前に突然会社からリストラを受けました。リストラというのは不当に職を奪うもので、犯罪に等しい行為だと私は思っております。能力があるかないかで人を区別するなんて理不尽ですし、自分が不当解読されたと感じております。現在休職中でハローワークにも通ってますが、なかなか仕事が決まらず、貯金もほとんど底をつきそうで、本当に精神的に参っております。反論者の方はどういったご意見なんでしょうか？ご年齢もご年齢ですし、不当に解雇されたっていうふうに本人はおっしゃってますけど、会社で結果を残していく人間に関しては、会社にとって必要な存在であるところっていう意味で言うと、リストラされる方にも正直何か落ち度があったんじゃないかなっていうふうに私自身は今聞いてて感じているので、本人が本当にその仕事に対してちゃんと向き合っていたのかっていうところをもう少し詳しく話を聞きたいなっていうふうには今思ってます。パネリストの皆さんにもお話伺っていきましょう。まずは泉さんお願いします。なんかやっぱ本人にもいろいろ要素はあったかなと気がしますけどね。ちょっともっと頑張ることできたかなと気は正直もう聞いてて思いましたけど、気持ち的にはいきなりリストラ食らうと家族も困りますし、犯罪に近いという気持ちは分かりますね。気持ちは分かるけど難しいですね。なるほど、続きまして山本社長お願いします。定期者は甘いですね。能力で評価されるべきだと思うんですよね。それを能力で評価されてリストラされた、それは犯罪だって言ってる時点で、そういうこと言ってるから会社からいらないって言われたんじゃないかなと思ってます。続いて為国さんお願いします。能力がある人とない人で区別すべきかでいうと、ある人とない人で分かれてるんで、区別せざるを得ないよねっていうのがまず回答ですと。で、宮沢さんがその犯罪的な行為だって言ってると思うんですけど、労基上問題があるんだったら犯罪的な行為だし、労基上問題がないんだったら犯罪的な行為じゃないっていう、それだけかなと思います。そうですね。解雇する権利が会社にはもちろんありまして、ある要件を満たしている場合は適法だということなんですね。で、このリストラの条件が大まかに分けまして4つありまして、人員削減措置を講じなければ倒産してしまう状況などの経営上の必要性、そして諸経費などをちゃんと削減する解雇回避努力、そして人選の合理性、そして手続きの相当性など、これらの要件を満たしている場合は解雇してもいいということが現状ではあるわけなんですね。今結構手厳しい意見が出ましたけれど、宮沢さん。だとしても人生を破壊する行為は人道的じゃないと私は思ってます。会社は組織でありチームであり、しかも家族でありとか言ってるのに、個人の差でやってくるのは納得できないですし、突然解雇のことで全てが崩れるんですよ。弁護士として関わる立場としては、法律的にどうかも多分解釈が割れると思うので、そこはどっちからものを見るかのこれ論点ですから、会社側からすると、より効率を高めたいとか、能力で見たいっていう気持ちはわかりますけど、クビにされる方から見ると、能力ないわけじゃないという気持ちもあるんじゃないかと思うので、日本の法律がじゃあ正しいかどうかだってわからないし、他の国と比べたときに日本がどうかって論点もあるので、間違った法律を変えていけばいいという面もあるので。失業保険もあるし、日雇い
バイトみたいなアプリもあるし、生活困んないでしょ、努力すれば。今回の件で、ちゃんとしたところ、そして自分を見捨てないところに就職しようと考えてるので、どこでもいいっていうことになってしまいますと、その分時間をロスしてしまうんで。そんなことないよ。アルバイトでも、ね、次の転職先でもどんどん自分の能力を開発していけば、どんな会社だってぜひ来てくださいってなるわけだから。能力で言いますと、会社が無能じゃなければ良かったわけじゃないですか。違う、あなたが無能なんだって。会社がちゃんとしてれば私は切られずに済んだんですよ。だから会社の責任って僕はと思います。でもあなた46でしょ、はい、22、3から仕事してんのかな。ちょうど今の年23足してもさ、69か。多分まだ人生、仕事の人生まだ折り返し手前ぐらいだよ。どっかにぶら下がりマンみたいにね、なんか雇ってもらうみたいな感覚じゃなくて、もっと攻めに転じて自分の能力を開発して伸ばして、ね、社会や会社に貢献しようって風にならないと、もう今仮に乗り切っても5年後か10年後、もっと厳しくなるよ。僕はそれやってきたんですよ。過去の話はいいから。どういった仕事をされてきたんですか？イベント会社に勤めていまして、さんとかスマホショップさんとかの前でガラガラ抽選会だったりとかビンゴ大会とかいろんな人たちを教育しながら現場で私は頑張ってきた。頑張って先頭に立ってるものを拾っても会社がどう考えても会社はどういう理由であれだその解雇されたんですか？会社の言い分はどういう言い分だったんですか？会社は傾いたから切らないといけないっていう状況だったんで、だからこそ会社が無能じゃないかなって。でもこの会社っていうの責任っていう話が出ましたけど、為国さん、この経営者の責任、会社側の責任っていうのはどう考えますか？経営者にも責任はあると思うんですけど、結論から言うと宮沢さんに日本語喋ってほしくて、なんか何言ってるかさっきからよく分かんなくてじゃあ自分が経営者だったと考えた時に黒字社員だったらいてほしいわけじゃないですか。でも会社を倒産せざるを得ない半分解雇するってなった時に、その必要な上位半分にいたらそもそも解雇されてないわけじゃないですか。で、今の会社に16年勤めてたわけですよね。で、16年勤めてた中で、この人必要ないって思われて、で、今辞めてからどれぐらい経ってるかわかんないんですけど、必要な存在だったら、どこの会社も多分面接ですぐ欲しいってなるはずなんですよ。ただ、決まってないっていうことは、あなたの今までやってきた内容だったりとか、その面接での喋るスキルだったりとか、その振る舞いが世の中的に求められてないから決まらないわけであって、自分が経営者だった時に赤字社員をそのままずっと抱えておきたいですか？それとも手放したいですか？赤字社員かどうかっていうのはちゃんと判断しないといけないと思うんですけども、私はずっとやってきたんです。そして私よりも結論から答えてほしくて、どうですかって聞いてるんで、イエスかノーで答えてほしいんですよ。そういうところだと思います。結論で言いますと、もちろんそうです。赤字社員だったらいなくなってほしいっていう考え方。はい。でも自分はやってきたんです。売り上げも上げてきたんです。先頭に立ってきたんです。なんで下の子は残されるのか。なんで僕だけなんですか。会社の見る目もおかしいじゃないですか。はい。まず多分下の子っていう言い方をしてる時点でめちゃくちゃ無能だなというふうに思いました。年齢が下とか、社歴が浅いだけで下の子って言ってる時点でマジでよくわかんないし、その年で売り上げって言ってることがまず意味わかんなくて、営業利益を上げるか上げないかなんで、売り上げ上げても結局人件費とかで赤字になったら意味がないんで、その観点がない46歳を誰が欲しいんですかっていうのが僕の感想ですね。会社が本部の方にお金を流して僕らに落とさなかったっていうのも問題だと思うんです。そっちをちゃんとスマートにしてからこっちを切れたって分かります。こっちは頑張って売り上げたものをいっぱい取られてイベントが減ってきたから先頭から減らしていきます。上川さんは人事担当の普段お仕事をされてるんですよね。いろいろお話聞いて今までどう思いました？あった売り上げで自分が実際に会社にどう貢献してるかっていうのをちゃんと説明できます。ただ自分の実績をつらつら喋ってるなにしか思えなくて経営が傾いてっていうのは分かりますよ。数字の例えば立て方に問題があったのか5年で立てたのか1ヶ月で立てたのかって話は違うと思うんで、具体的に会社にこういう風に襟出してますみたいなところをちゃんと説明してそういう努力をしたのかなっていう風に思いましたよ。入れて赤字続きっていうのは完全に営業部隊が無能のせいじゃない。僕はちゃんと上げてきたって言ってるのはお店に行きました、集客して目標を達成しましたっていうのを繰り返したから評価されてずっと私は現場で頑張ってきたんです。言われたからやってただけじゃないか。うまくチームで人を生かすってことに関してはどうなんでしょう、泉さん。
明石の市長してたんで、明石の市長も2000人ぐらいの職員がいます。全員が全員じゃあ本当に完璧な能力があるかっていうわけでもない中で、結局やっぱり組織体やりくりと。ただ難しいのは公務員はやっぱ基本的に潰れないので、民間はやっぱりそこの経営がシビアなので、そこがどのように評価されたかでしょうね。周りはどう思ってるんですか？周りの声はどういう感じなんですか？周りの同じように解雇された人の意見は。周りは僕と同じリーダーとしていろんなところ回ってるんですけども、何人かやっぱ切られてたんですけども、みんなでおかしいだろうっていう話はしてました。民間の意見も聞きましょう。山本社長。過去の話だから忘れてね、もう次行こうよ。恨んでてさ、今日も明日もそんな話してもしょうがないから。それを許してしまいますと、いろんな人が僕と同じでもじゃあ俺からするとね、会社が赤字だったのもそこに所属するもう十何年もいたんだったら、中堅の社員も責任あると思うよ。多責になって会社と個人でなんかこう分けないで一緒になって経営してきたわけだから。僕は会社がだから広げていけば赤字にもならなかった。会社がじゃなくてあなたも一緒に営業したり教育したり改善して良くしていこうっていう側面がないと、数字が売上が実績がじゃなくて、最も同じベクトル見てる人を残してね、多責思考で、ね、会社は会社、俺は俺って言ってるやつから切るじゃん。これからより厳しくなるんだから、一緒に船漕いでくれないんだったら降りてくださいと。でも僕はその姿勢だったら次の会社もっときつくなるよ。僕は会社の指示に従っただけであって、ちゃんとやってきて言われる通りやってきました。言われてきたことをちゃんとやった。傾いたからいりません。おかしいでしょってそうなの。全然おかしくないよ、あんなの。ちゃんと契約通り解雇してね、ちゃんとそのいろんな保全もしてると思うよ。なんかその何ヶ月分の給料を払ったり。手厚くあったんですけど、それじゃ足らないんです。そこから次の仕事すればいいし。ご家族はどういう奥様がいらっしゃる？もともと共働きなんですけども、コンビニで早朝と夜中やってくれてるんですけども、10万とかなんで、うちの子供も今11歳なんですけども。もういいよ、そういう身の上話しても変わんないから、俺の判断ね。あなたはその会社好きだったの？会社はもちろん好きでしたよ。一緒にそこの会社の目標とか売上とか利益とか追ってたの？自分の目標をちゃんと持ってました。自分のじゃない、会社の。野球選手でヒットは打ったけどチームが負けたらね、俺はヒット打ったから関係ないって、それダメでしょ。民間の会社でしょ。それだったら切り捨てなんてもっとダメじゃないですか。一回聞いたらまず話をちゃんとデモとかじゃなくて、なんかクビになったら困るっていうのをお一人で今生活してるわけじゃないから、余計にその思いが強いってことなんですよね。うちの子供も空気を読んですごく気遣ってくれるんですよ。従業員もそうだけど、タレントも政治家もフリーランスも経営者もみんな自分の意思で波乱万丈の中リスク取ったりね、その自分の意思でと能力で生きてるわけ。経営者の方だってもし今赤字だとしたら、親ね、子供塾行かせられない、嫁も何もできないね、家の修理もできないって状態で借金して何億も借りてやってるかもしれないじゃん。リスクが嫌だから正社員になって仕事をしてたんです。正社員になったら安泰なんて時代じゃないから。1500、600年前のあれ聖徳太子の時代ぐらいから世襲とかさ年功みたいなのではうまくいかないからって官位12回のなんとかとか作ってね、評価制度変えて能力で測ってきてるわけ。昭和とかの高度成長期にものづくり企業がリストラしません、従業員家族ですってやったけど、もうとっくに90年代ぐらい変わってんのよ。今の時代そんな終身雇用なんかないから。だからこそリストラとかないようにするのが会社の責任じゃないんですかって話。会社というのは別に会社って誰って言ったら社長だけじゃなくて役員も入って部長も入って幹部社員も入ってるわけよ。みんなで会社やってるわけだよ。あなたも会社の人って天に向かって唾吐いてるのと一緒だよ。僕だけの責任っていうのは僕だけで、ない。全員でやってきたの。そういう感覚があればまだ残ってるし、ね、次の会社の経営者もぜひうち我が社を一緒に大きくしていこう、よくしていこう、苦しい時乗り切っていこうってなるけど、会社は会社、自分は自分ってずっと言ってたら、そんなことほざいてたらどこからも拾われないよ。人生つまんないよ。でも能力さえ認めてもらえれば取ってくれるところはある。他の方にも聞いていますね。泉さん。これまでの経験からして同じジャンルで頑張ろうとしてるのか、これを契機に転換図って違う分野とか、そのあたりどういうお考えなんですか？十何年も培ったこの能力で同じところで、しかも僕の能力を評価してくれるところに行きたいです。自分自身でそれこそ今回リストラ食らった仲間を声かけるとか、他も声かけたりして立ち上げるという発想はないんですか？
一人やったらいいんですけど、僕は家族を抱えてる。その状態でできるわけないじゃないですか。僕は安定に行きたいと思ってやってきてたんで。会社の経営者の責任というものがゼロか多少はあるのか。めちゃくちゃあると思います。30歳の時に入社されてるんで、この人を無能だと見抜けなかった経営者にめちゃくちゃ責任があると思ってて、人材のマネジメント教育の場所に置いとくと会社は儲かんなくなると思う。会社に全てをこう求めるのは求めすぎやと思う。